不動産屋さんの階段へようこそ。今回は少しだけ時を遡って聞いてください。これは日本が1964年の東京オリンピックを目標に目覚ましい経済成長を続け、高速道路を含む道路整備や新幹線などの鉄道の公共事業に沸き立っている時のお話です。そんな大型公共事業で日本が活気づいている中で、大規模な奥多摩湖のダムの建設もありました。このダム建設中、現場で重機のオペレーターをしていた福井さんという方がいました。福井さんは終戦後、大手電力会社の職員募集があり、軍隊で通信兵をしていた経歴を買われ採用となりました。そこで福井さんは会社の電気技師として奥多摩のダム建設現場に赴任したそうです。奥多摩の現場までの道は主に青梅街道でしたが、水田のあぜ道よりひどいものでした。とにかく当時の青梅街道はとても狭く、ガードレールもなく、その上カーブの重なる砂利道は凸凹で対向車とすれ違うのも命がけでした。それでも建築資材を運ぶオート三輪やボンネットトラックがガタガタと揺れながらひっきりなしに麓とダム建設現場を行き来していました。さて、そんなある日、福井さんは偶然残土を鳴らすブルドーザーを運転しているかつての戦友の長谷川さんを現場で見つけました。長谷川さんは軍隊で取った戦車の操縦の資格を生かして土木の分野で活躍していたのです。福井さんと長谷川さんはこんな場所での偶然の再会をとても喜んだそうです。早速その夜はお酒を酌み交わし、昔話に花を咲かせたということでした。お互い今の仕事に就くまでの四苦八苦した話や家族の話などを一通りし終わると、心よく酔いが回ったのか、長谷川さんが思い出したように、福井さん、そういえばこのダム建設の現場で最近おかしな話を聞いたんだよ、と含みを持って言いました。福井さんはおかしな話と興味津々で聞き返すと、長谷川さんは、なあ福井さん、このダム建設現場は男世界だよな。色気なんて全くない。確かにここだけの話だが、井戸町に似たものは麓の町に行かなくてもこの辺でも実際は存在している。と現場で働く作業員相手の友情のことを言い出しました。確かにそういった女性がいることは福井さんも知っていました。すると長谷川さんは、ところがこんな話を聞いたんだよ、と言って奇妙な話をし始めたのです。それはある日の午後遅く、ダムの現場の作業が終わり、作業員たちが飯場にちらほら戻り出した頃でした。日も暮れかかる中、後片付けを終えた工夫の一人が、今日も無事に仕事が終わり、ほっとしながら飯場に向かって歩いていました。そしてちょうどブルドーザーやクレーンが駐車されている資材置き場の横を通り過ぎる時だったそうです。重機の間から鮮やかな赤い柄の布のようなものがさらさらと風に舞っているのが見えました。色鮮やかなものなどどこにもない工事現場ですから、工夫はおやなんだろうと目を凝らして見直したそうです。するとそれは女性の赤い長襦袢でした。なんとそこには気の利いた鮮やかな長襦袢を着流した女性が歩いていたのです。工夫は驚きましたが、すぐにそれが遊女だと分かったそうです。近場にいるのは知っていたが、まさかこんな現場にまで遊女がいるのかと驚きましたが、その女性はふらふらっと木の葉が風に揺られるようにどこかに消えていったということでした。
その話は一部の作業員の間で噂になりましたが、それから間もなくでした。その遊女を目撃したという別の作業員の話が長谷川さんの耳に入ってきたそうです。それは別の日に若い作業員が同じように現場で後片付けをしている時でした。突然ふらりと色鮮やかな着流しの女が現れたといいます。それは客を誘うでもなく、話しかけてくるでもなく、近寄っても来なかったということでした。作業員は不思議に思いながら女を目で追っていると、その女はまたふらふらと山奥の方に歩いていきました。険しい山の中に着流しをずるずると引きずって入っていく様子がかなり不可解だったので、その作業員は女の後をつけていったそうです。すると女はどんどん人が容易に歩けないような渓谷の方に進んでいきました。この女何者だ。あんな格好でこんな足場の悪いところをよく歩けるものだ。と作業員は驚きました。よく見ると、なんとその女は素足だったそうで、白い足元が河原を踏むたびに見えていました。いよいよ不審に思った作業員が必死で後をつけていきましたが、女は険しい岩場を滑るように進んでいきます。するといつの間にか霧の向こうでスーッと女は消えてしまい、まんまと巻かれてしまったということでした。この現場の多摩川の流れる地域はデスバレーのように切り立つ岩山やそびえ立つ高い山に囲まれています。登山に慣れたハイカーですら遭難する山岳地帯で、そんな厳しい場所に着流しの女がおいそれとは行けるわけがないのです。でもそんな場所で若い作業員はあっさりと女に巻かれてしまったのです。この噂は現場にすぐ広がり、その後他にもその着流しの女を目撃した者が多数現れました。そして目撃者が多くなると、だんだん分かってきたことがありました。その着流しの女は黄昏時にダムの建設されている場所のもともと川だった位置に着物の裾を引きずりながら現れるということでした。そしてこの建設重機すら入れない場所に現れる正体不明の着流しの女は作業員たちを恐怖に陥れたそうです。長谷川さんはこのダム工事現場で遊女か何かが亡くなってその亡霊が現れているのだろうかと言っていましたが、福井さんが調べたところ、そんな女性を巻き込んだ事件事故など全くありませんでした。ただその後ある歴史的事実を地元の甲府から聞きました。その昔武田家の軍資金である黒川金山が奥多摩湖の源流である多摩川の奥にあり、その採掘工夫たちを慰めるために各地からたくさんの遊女が集められていたそうです。そして武田軍勢が織田徳川連合軍に追い詰められた時に、金山の秘密を知っていた遊女を転落死させた花魁淵という場所があるということでした。地元ではいまだに花魁淵へ転落死させられた遊女が青梅街道に出現し、行き交う人を怖がらせていると言われているそうです。このダムの建設のためにせき止められている多摩川はその遊女たちの遺体が流れ着いた渓流でした。ですからこの辺一帯で怪異が起きても不思議ではないと地元では考えられていました。さてこの青梅街道ではダムに沈んだ区間があるのですが、そこは100メーターくらいの高さにかさ上げされている場所でした。ダムは重力式コンクリートダムというものだそうで、その後ダムは大方完成し、
新しくダムの上に道路も設置されたということでした。そして間もなくダムの上の道路を関係車両が通ることができるようになり、現場の残りの工事はかなり楽になりました。ところが、そんな近代的な設備の道路をある日ダムの関係者が車で走っていると、道路の端に風に揺られた着流しの女がふらりふらりと歩いていたのです。ダムの上の道路ですからまだ一般は入れず、関係者だけが通っていたので、驚愕した目撃者がすぐ警察に連絡したそうです。直ちに警察が出動すると、到着する頃にはその着流しの女はいなくなっていました。いつの間にかどこかに消えていったということなのです。女性がこんな山奥に徒歩で逃げ隠れることは物理的にも不可能なので、関係者は何かのいたずらではないかと最初は思いました。ところがその後もたびたび着流しの女が出現するという現象が起きて、その度に警察が出動し女を探しましたが、やはりどこにもいなかったということでした。長谷川さんから着流しの女の話を聞いていた福井さんは、ダムの電気技師としてこのままでは現場で何か良くないことが起きると感じ、何とかしなくてはと思いました。そこで現場監督に直談判し、地元の青梅の神社に依頼して慰霊祭と安全祈願を行ってもらいました。不思議にもその祭祀の最中、風がずっと止まらなかったそうです。山の上が風でヒュルヒュルとなり、まるで女がすすり泣く声のように聞こえたといいます。ダム建設の着工前にきちんと地鎮祭を執り行ったのですが、それでは花魁たちの怨念を鎮め慰めることはできなかったのだろうと福井さんは感じたそうで、遠い昔の話として語ってくれました。この21世紀の現代も奥多摩のダム周辺では幽霊が出るそうで、それが複数の花魁淵の階段となって語られています。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。